横浜についに入ると、その時の年齢がちょうど16ですね。16歳、高校生になると同時に横浜に所属ということですか。そうです、まだ高校に上がる前だったかな、と思うんですけど、でまず高校に入るという、プライベートなところの話なんですけど、ラジコンやりすぎてやっぱりちょっと勉強をおろそかにちょっとしてまして興味っていうかもうそのラジコンにしかもう本当に普段の生活から興味がなくなっちゃって、勉強に関しては実は父親が結構学はある人で、大学ちゃんと出て、勉強自体は聞けば教えてくれるんですけど、一緒にラジコンやってたからやっぱりその勉強なんかよりラジコンをやっちゃったんですよね。やっぱり壁にまず当たるのが高校入試というで、ここでちょっと一つ家族内、ね、まだ中学生だし、ラジコンだけやってて高校行けませんでしたと。じゃあ高校行けなかったら何するか、働くしかない、それも現実的じゃないと、それこそラジコンもできないかもしれないし、でもう高校行けなかったらもうその働いてもらうしかないよと、うちの母親からで、そうだよなと別に中卒が悪いとか、高校行けばね、全てがいいとか、そういう話ではなく、やっぱりその、人生を学んでいく上でもやっぱ高校は行っといた方が、なるべく行っといた方が、行かなくたって生活ができる人はそれ世の中見るし、だけどやっぱり高校はなるべく行けるように頑張りなさいと。でそこで自分の父親も含め、ちょっとこうお尻に火がついて、ちょっと高校マジ行かなきゃまずいなと。で特にやっぱね、今は想像もつかないかもしれないですけど、英語が全くダメだったんですよね。特に英語。今や私今回で最もネイティブに近い喋りができる男ですけども後々ね話しますけど、アメリカで生活ねしてたこともあるので、今は一応日常会話はできるようになってましたけど、なってますけど、何が分かるかから始めてもしょうがないんで、何が分からないかを知らないと教えてあげられないんだけど、でもその何が分からないかよりも何が分かるかを教えてくれって言われて、じゃあ何なら分かるんだと、何なら分かってるんだと。でその教科書を引っ張り出してきて、中学校の321って落としてって、で小学校の6年生からまた落としてってそしたらある科目によってはその時中学3年生ですけど、小3ぐらいですよねギリ分かるでその時に父親が結構がっくりしてるというか、ここからスタートするのかみたいなこれもしね、もしこれ本当に受かったら、もうこれ奇跡しかないよと。でその奇跡を信じて 2,3 週間だったと思うんですけど、だ多分一瞬ではもう、ある意味自分の人生が、その後の人生がラジコンができるかどうかの大事なそのねプレッシャーというか、人生がかかってたんで、やっぱ本気出しが出れば、あの時からその、とにかく自分のその、キャラクターというか、性格上スイッチさえ入ると、今思い返すその高校の入試もそうだったんじゃないかなと思うんですよね。でその高校が決まったんで、ラジコンも晴れて続けることができると。で横網に、押し出されて、で横網さんの方にも受け入れられて、あの時その自分のその調子に乗ってる度合いというのも、まださらにピークあるんですけどもうどんどんね、もう高い位置にまで高い位置にどんどん年々調子に乗っていって、当然勘違いねしてる部分もあるし、でその広坂さんに対する、もう広坂さんしか見てないんで、要は正美を倒すっていうものしかもう考えずにずっとやってたんで、横網に入ったらよりそれが近づけるなと。要は同じ家に入ってでもう手の内っていうのを、より見れるようになるわけだし、理論上同じものを、全部同じものを使えるはず、やっぱりその時のその考え方っていうのは、その以前やってた考え方を引きずって入ってきてるんで、やっぱりだいぶね暴れてたんですよね、そのチーム内でも。やっぱりその俺だけは特別みたいな、あの時思ってたその感情ですけどその時いたその横網のメンバー、俺はお前らと違うからって思ってたんですね。君たちは正美さんと一緒にやってる人たちであって、正美さんを倒そうと思ってやってるというよりは、
そのチームの中でやってる正美さんの仲間としてやってる感じで、僕はあの人を倒すために入ってきてるから君たちと違うからとだからもうまあわがままをねだいぶその筑波さんが横堀さんに、あいつはもうとにかく、まあ、やりたいようにやらせてやってくれと、まあ、僕のわがままを最初から結構聞いてもらえてたんですね、まあ、そのわがままっていう部分があの当時ヨコモの中では、まあアソシっていうブランドを輸入代理店として扱ってて、でヨコモがとしては開発していない12分の1のレーシングカーだったり、肉バギーだったり、まあ、肉はアソシを使って4個はヨコモのバギーを使うっていうのがこれがまあセットなんですけど、で僕はもうアソシはまあリーディさん含め直接サポートしてもらいたいと、せっかくヨコモに入ったんだから、まあ、リーディをメインとしてアソシはヨコモからのサポートではなく直接やりたいと、でやっぱりこのアメリカのそのレベルの高さっていうのは当然、まあ、あの頃、まあ、ブライアン・キンワルドから、マーク・パビダスとか、マット・フランシスとか、もうそういうあの世代の人たちは、まあ、それはそれで、まあ、憧れというかライバルでもあったんで、彼らともいずれ、ね、どっかで戦うことになるわけだから、世界戦で絶対戦うことになるので、やっぱりそのアソシを使えるんであればやっぱり直接やり取りしたいと、まあ、あの頃からちょっと英語っていうものを勉強はしてなかったけど、そのコミュニケーションとしては、まあ、こうなるべくこう取ろうという、まあ、僕のその英語の勉強第一歩はまずそこから始まってるんですけど、まあ、それも含めてアソシは直接やってやりたいと。で当然リーディはもう、まあ、リーディさんもよく誘ってくれてたのがあったんで、もうそれも直接、まあ、なるべくやりたいと、まあ、物はヨコモさんから供給されたとしても、まあ、サポート体制としてはそうやりたいと、でこれも聞いてもらって、で、あの当時プロテンっていうカテゴリーがあったんですけど、わがままを聞いてもらって、プロテンは僕だけアソシマジっすかを使わせてもらったんですね当然周りのねそのメンバーからしたらなんでお前だけ新人の新参者のくせにみたいな。で僕教書の最後の時にLRP からサポートをもらってやってたんで、それは継続してやらせてもらいたいと。でヨコモではテキンとノバックっていう、まあ、王道な、ね、扱ってたんですけど、僕は LRP であの頃 LRP 教書さんが扱ってたんで当然会社的には許せないはずなんですけど、まあそのわがままよく横堀さんがそれを許してくれましたね。そうですねあの頃はちょっとわがまま、ね、それを今その段階でそこまでこう通せるぐらいの実績っていうのはあったんですか、その段階では。まあだいぶ世界選手権前哨戦で、まあ、2位になったりだとか2位まで、で日本も2位まで。なるほど、じゃあ環境整っていたそうですね、正美さんの次で結果を出してたっていう日本の中では、ところにだいぶ出てきてたんで、まあ、ナンバーワンとは言わないけど、ナンバーツーにはいたという、まあ、こう自負があったんで。随分とんがってましたね。とんがってましたねあの頃はまあ弘坂さんも含めてですけど、まあ、本当にまあ、全員を倒すというか、まあ、もう自分が一番になるということだけ本当考えてたので、まあ殺気みたいな殺気の塊ですよね。まあ、昔からその関口さんっていうモーターのね、面倒見てもらってた方に言われたんで、子供の頃から言われたんですけど、まあ、その走り方とか、まあ、キャラクター、そのものが多分君悪魔だよと。ああ、なるほど。表現で言ったら君は悪魔だよと。もう3本の槍あるじゃないですか、槍というかこのつくやつ、もうあれがすごい似合うと思うよなるほど、やっぱりその弘坂さんにどんだけ食ってかかれるかっていう、まあ、勢いですよね。でやっぱりヨコモに入っちゃうとやっぱりその勢いっていうのがどうしても同じチームっていうことで、まあ、それをまあ抑制されちゃうというか、まあ、そこまで自分を出せなくなっちゃうっていうのをもう外から見てそういうふうに思ってたんで、実際ね中に入ってみないかわからないけど外から見てそう思ってたんで、中に入っても俺は変わらないというつもりで入ってったから、やっぱりちょっとその部分でわがままだったり勘違いしてたりとんがったりしてたんでしょうけど、でその時にヨコモに入ったのをきっかけに全カテゴリーやろうと思ってヨコモで扱ってる、でこれをやろうと思ったのも、まあ、正美さんは全部全カテゴリーやられてて全カテゴリーで世界チャンピオンなんで、でやっぱりそのバギーだけやってたんじゃ、やっぱりその身につかないテクニックがあるんじゃないかなと。ちなみにですけど、そういう今たくさんのカテゴリー一気に増えましたけど、そういうメカとかは全部自分で触ってたんですか？
もうあの頃には触ってましたね、まあ、中学3年生ぐらいになってようやく、まあ大体いじれるようになってたと思いますね。はい、でその全カテゴリーを全部自分で触って、そうですね、よく高校卒業できましたね。そうですね、これも奇跡ですよね。入るのも奇跡だし、卒業もねちょっとすんなりじゃなかったんですけどすんなりじゃなかったんですけど、まあとにかく高校に行った時は、まあ今のだってはまあちょっと冗談みたいな話ですけど、とにかく出席日数が満たってれば、卒業できる資格があると内容はともかくで、まあ、正直赤点みたいなのなんかなかったんですよね。まあ、とにかく出席日数がもうこれが足りないともう卒業できないと、進級もできないと。だからこれを逆算して何日なら休んだら大丈夫かそこまでですか、はい、そういうところ頭がよく回って、そこの計算をね結構パパってしてやったんですけど、これちょっと狂って3日足んなかったんですよね最後卒業する時に。であの時まだそういう時代だったんで、まあ、先生が、もう足りないよと、卒業できないよ、どうすんの、いやどうするってなんとかしてもらえませんかって言ったらじゃあねその3日足んないから、もう卒業決まってる生徒はもう卒業式まで来ない期間があるけど、この間1週間来て、まあ、3日の倍、1週間毎日職員室の掃除手伝いそしたら卒業させてやるからって言われて行ったんですよね。まあ、そういうふうにこう先生に取り入れるのとかもこう小学校中学校の時に大人に揉まれていたって言って話できるってもあったでしょうね。そうですね。で、まあ、その掃除する中でも、ただこれやれって言われてやってたら、おそらくこれでは、もしかしたら気が変わってやっぱりねもう1週間やれとか言われるの嫌だから、後から言われるの嫌なんで、とにかく言われる前にもうとにかくもう目についたとこ全部掃除してたんですよ。そしたらその担任の先生が、そうやって言われなくてもやることっていうのは、お前社会出たら通じるぞって言われて、そうっすか、ありがとうございます素晴らしい、でそれで1週間通って、でなんとか高校を卒業できたんですけど、話の故障ってごめんなさい。いや全カテゴリーをやるようになって、まあ、その足りない部分の習得を、まあ、しなきゃなと。で、まあ、その一番最初の取っかかりとして12分の1からだったんですね。で、まあ、とにかくどこまでやれるか。でそれでアメリカの世界選手権に行って、で12分の1初レース、ほぼ初レース、BB だったかな、だったと思うんですけど、やっぱり燃費が持たない。スピードは出てるけど燃費が持たない、まあ、分かってた現実がやっぱり見えてきて、でその時にアソシ、まあ、さっき言ったわがままの部分で、アソシはアソシでやっていいよって言われてたんで、ピットも横もじゃなく、なんとマジですかアソシのピットで、今でもまあ、アソシが当時出してたVHS 時代のビデオにそのシーンがちょっとだけ載ってるんですけど、なぜかアソシの英語もろくに喋れないのに、まあ、でもあの時にその周りにいた人たち、まあ、周りが逆に英語しか喋れない人たちばっかりだったんで、まあ、そういう部分でちょっとこう英語も少しずつ慣れていきながら、でそこでまあ12分の1も一応スピードは出せるという、スピード的にはまあ戦えるっていうのを見れたんで、まあ、あとはもうその場数を踏んでいくしかないなと。でその最初の全日本選手権、まあ、12分の1の選手権の時にまず目標としてたのが、まあ、もちろん優勝ですけど、まあ、優勝だけで漠然と狙っても、まあ、その広坂雅美という、特に12分の1が得意な人なんで、まあ、やっぱり現実的な目標を立てるとして、やっぱせめて予選で2位にいないと、だから最高 T 級、最低でも2位っていうところにいないと、まあ、戦えないなと思ってたんで、まあ、そしたらまあ予選は一応2番手に、あの当時はベルサーキットっていうところだったんですかね、インドアの。でそこで予選2位になった時に決勝のそのプランを立てなきゃいけないなと。で、まあ、決勝のプランをまあ一緒にまあ、車出ししてくれる、ね人と一緒にこうちょっと、まず、あのコーナーでまっすぐ広坂さんに突っ込んでで広坂さんの車が壊れたら俺勝ちだよねいやこれもう時代です、そういう時代、今はダメですよやっちゃう。でもあの時だってやっちゃいけないんだけど、ペナルティっていうものがそこまでなかったんですよね。何からやっていいわけじゃなくてじゃないんですけど、あの時はやっぱりそういうなんだろうな、
まあその体当たりして相手を壊してでも、要は先に勝ったものが勝ちという、まあ、ちょっとドロドロした時代でもあったと思うんで、まああの時は本当に勝つことを考えすぎて、勝つことだけを考えすぎて、まあ方向がちょっと間違ってたっていう感じですよね。だからもうその計画した通り、スタートして3コーナー目がヘアピンなんですよ、完全な。で当然ヘアピンだから、ヘアピンを曲がるたびに曲がってるところに、まあ今でいう T ボーンクラッシュですね。もう曲がる気ゼロドーンってぶつかって、でここでもう T ボーンクラッシュして、でまあ自分も飛んじゃうわけですよ、その勢いやもう本当に壊すつもりで行ってたんで、でそれ広坂さん壊れれば、自分は広坂さん以外だったら絶対勝てると思うんですよね。広坂さんさえ壊しちゃえば勝てるっていうシンプルな作戦。すごい話ですね。同チームですよね。もちろん。でしかもまだ新参者でですよね。でそれが僕のその戦い方だとその時は思ってたんです。こうやって広坂正美に勝てばいいと思ってたんでやったんですけど、そうしたにもかかわらず負けたんですよね。これしかも決勝の A 面1回目2回目、1回目やったら僕も飛んだんですけど、広坂さん壊れなかったんですよ。で壊れない復帰してきて、で僕は先に復帰していったんだけど、やっぱ追いつかれて、でやっぱ案の定僕の垂れて、で負けて2位でゴールだったんですよ。でその時にもう一回プランをA 面2回目のプランを立てると、じゃあ2回目はもっと突っ込もうと思ってもっと激しく T ボーンを要は足んなかったなと思って、でもっと全開でいったら今度自分も吹っ飛んでっちゃって、でもやっぱりそうやってやってもやっぱりそのまあラジコンって壊れるじゃないですか、ぶつかったら。でもやっぱそこの強さって車の強さだけじゃなくて、その当たりっていう部分もやっぱりドライバーの強さもやっぱあるんですよね。で僕はその自分の身を投げ打ってでもそういう作戦を取ってまあ行ったんですけど、結局広坂さんの車を壊すこともできず、で自分も一緒に吹っ飛んでいって、で自分もダメージを受けて、で挙句2位にもなんなかったのかな、3番かなんかでゴールして、ああもう優勝決まっちゃって、広坂さんはやっぱ復帰して、そのまま、まあ後ろから追い上げてって普通に1位でゴールして、でもう優勝も決まっちゃったと。でもなこれ3回目同じようにいってもね意味がもう優勝決まっちゃってるから意味ないしどうしようかなってちょっと自分の中ではもうこうがっくりしてピットに戻ってったら、そしたら横堀さんにちょっといいって言われていつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。